こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は夫婦やパートナー、恋人同士の関係で愛情を感じられずになんか満たされないというケースについて考えてみたいと思います。実はこうした状況は特別ではなく、かなり多くの人が経験するようです。それなのに、その原因となっているあることに気づいていないために、気持ちのすれ違いが続いてしまうことも少なくありません。でもそのあることを理解して、自分の中で少しずつ整えていくだけで、関係が驚くほど良い方向に動き出したケースもあります。ですので、よろしければ最後まで聞いてみてください。早速本題に入りますが、そのあることとは、自分がどんな時に、どんな形の優しさや好意を受け取った時に愛されていると感じるのか、その基準は人それぞれ異なるという点です。例えば、ある女性は夫から高価なアクセサリーを贈られました。ところが彼女は、夫の気持ちはありがたいけれど、プレゼントをもらってもあまり嬉しくないと感じていました。彼女が本当に欲しかったのは、夫と二人で穏やかに過ごす時間や何気ない会話のひとときだったからです。でもそのことを相手に伝えていなかったため、相手から自分の望むものを理解してもらえていなかったんです。自分が相手がこうしてくれたら愛を感じられると考えていることが、そのまま相手にとっても愛の表現になるとは限らない。この点に気づくことがとても大切なんです。なぜなら、愛されていると感じる瞬間や関わり方は人によって全く異なるからです。つまり、誰もがそれぞれ違う愛の形を求めているんです。ある男性は、パートナーが疲れて帰ってきた時にマッサージをしてあげることこそ最高の愛情表現だと信じていました。彼自身がマッサージをしてもらう時に愛されていると強く感じるからです。ところが彼のパートナーにとっては、マッサージよりも今日はどんな一日だったと話を聞いてもらう時間の方がずっと愛情を感じられる触れ合いでした。彼は毎晩のように一生懸命マッサージをしていましたが、パートナーは私の話を聞いてくれないと不満を募らせていったんです。愛を感じる形には実に様々なものがあります。例えば、しっかり抱きしめてもらうこと、じっくり話を聞いてもらうこと、一緒に旅行へ行き同じ時間をゆっくり共有すること、大好きだよ、大切に思っていると言葉で伝えてもらうこと、プレゼントをもらうこと、家事を手伝ってもらうこと、褒めてもらうこと、スキンシップを取ること、一緒に笑い合うこと、あげればキリがないほど愛の形は多様です。このことを知らないままでいると、お互いが望まない形で愛を与え続け、どちらも満たされないまま関係がギクシャクしてしまうこともあるでしょう。ここではいくつかの夫婦の例を見てみましょう。ある夫婦の話です。妻は夫に話を真剣に聞いてもらいたいと切実に願っていました。仕事での悩みや友人との出来事をただ静かに聞いて共感してほしかったんです。けれども夫は妻を助けたい一心で、それはこうすればいい、こう考えた方が解決できるとアドバイスを返してしまいます。夫は愛情を持って接していたんですが、妻にとっては気持ちを分かってもらえないと感じる関わり方でした。やがて妻は悩みを話さなくなり、二人の間には
見えない壁ができていきました。さらに別の夫婦では、妻にとって夫と一緒に旅行へ行くことが最高の喜びでした。新しい場所を訪れ、非日常を共有する時間、それが彼女の求める愛の形だったんです。一方、夫にとっての愛の形は、妻からの気配りでした。仕事から帰った時に冷たいビールが待っていることや、夕食が温かい状態で用意されていることなど、そんな日常の思いやりを彼は強く望んでいました。けれども妻は仕事で多忙で、そうした細やかな気遣いをする余裕がありませんでした。この夫婦の場合、夫が身の回りの世話をすることで愛情を伝えようとしても、妻にはそれが愛情として響きませんでした。妻が求めていたのは、今度の週末一緒に温泉旅行へ行こうという誘いだったからです。ところが夫は、疲れているだろうから家でゆっくり休んで、僕が掃除も洗濯もしておくよと言います。夫は思いやりからそう言ったんですが、妻は私が欲しいのはそれじゃないと心の中でつぶやいていたんです。また別の夫婦は結婚して5年が経った頃、深刻な危機を迎えました。夫は毎日早朝から深夜まで働き、家族のために必死に稼いでいました。彼にとって家族を経済的に支えることが最大の愛情表現だったからです。一方、妻は夫が家にいる時間がほとんどないことに寂しさを感じ、私は愛されていないと思い込んでいました。彼女が求めていたのは、夫と一緒に夕食を食べたり、子供と遊ぶ時間を共有することでした。夫はこんなに家族のために働いているのになぜ感謝されないのかと傷つき、妻はお金よりもあなたがそばにいてほしいと涙を流しました。二人とも心から相手を愛していたのに、その愛の形が噛み合わなかったんです。このような状況でどうすれば関係の悪化を防げるのでしょうか。まず大切なのは、自分がどんな形で愛を感じるのかを明確にし、その思いをリクエストとして相手に伝えてみることです。そうしなければ、自分の望みはいつまでも相手に伝わらないままになってしまうでしょう。愛の形をリクエストするというのは、決してわがままでも甘えでもありません。それは2人の関係をよりよく育てていくための勇気ある一歩なんです。多くの人は、もし相手が本当に私を愛しているなら、言わなくても分かってくれるはずと信じたいかもしれません。けれどもそれは幻想です。どんなに愛し合っていても、相手の心の中を完全に理解することはできません。だからこそ言葉にして伝えることが大切なんです。先ほどお話しした話を聞いてほしい妻とアドバイスをしたい夫の夫婦は、対話によって関係が変わりました。妻はこう伝えました。あなたのアドバイスは確かに的確で理にかなっていると思う。でも私の欲しいのは解決策じゃなくて、ただそれは大変だったねって共感してもらうことなの。私が今日こんなことがあってねと話し始めたら、まずは聞いてもらえないかな。夫は少し考えてから、わかった。じゃあ君が解決策を求めているときはどうすればいいと思うって聞いてくれると答えました。この小さな約束が2人のコミュニケーションを驚くほどスムーズにし、心の距離をぐっと近づけたんです。
自分の望む愛の形を伝えることと同じように大切なのが、相手の愛の形を理解することです。あなたはどんな時に愛されていると感じると、ぜひ尋ねてみてください。その答えは、あなたの想像とは全く違うものかもしれません。ある妻は夫にどうしてほしいと聞いてみました。すると夫は、君が僕の仕事の話をちゃんと聞いてくれると、すごく愛されていると感じると答えたんです。彼女はこれまで家事をしながらなんとなく夫の話を聞いていました。でもそれが夫にとって大切な愛の形だったと知ってからは、意識して手を止め、夫の目の前に座ってしっかり耳を傾けるようになりました。それ以来、夫は以前よりずっと穏やかに笑顔で家に帰ってくるようになったんです。愛の形をリクエストするときには、どう伝えるかもとても大切です。言い方一つで相手の受け取り方は全く変わってしまうからです。相手を責めるような言葉は避けて、自分の気持ちを穏やかに丁寧に伝えることを意識してください。例えば、あなたは全然私の気持ちを分かってくれないと言われたら、誰でも身構えてしまうものです。責められていると感じると、心が閉ざされ、その後の言葉が届かなくなってしまうでしょう。けれども、私はこうしてもらうと、とても嬉しく感じるんだと言い方を変えるだけで、相手の心の反応は大きく変わるものです。このように自分の気持ちを主語にして伝える愛メッセージを使うと、相手は否定されたと感じず、素直に受け止めやすくなるでしょう。伝える内容を過去や現状への不満ではなく、これからこうしてもらえたら嬉しいという未来に向けた提案に変えることが大切なんです。あなたは私の話を全然聞いてくれないと言われると、相手はそんなことはないと反論したくなるものです。一方で、これから寝る前の15分だけ今日あったことを話す時間を作れたら嬉しいなと伝えれば、相手もそれならできそうだと前向きに受け止めてくれるでしょう。伝え方をほんの少し変えるだけで、同じ思いでも相手の心に届く温度がぐっと変わります。このことを心に留めてリクエストを伝えてみましょう。それから人が求める愛の形は人生の流れとともに少しずつ変化していくものです。結婚当初は一緒に出かけることが何よりの喜びだった人が、子育てに追われる時期には少し一人の時間が欲しいと感じることもあります。若い頃は言葉で愛を確かめたいと思っていた人が、年齢を重ねるにつれて静かにそばにいてくれることに深い愛を感じるようになることもあるでしょう。だからこそ愛の形のリクエストは一度きりではなく、人生のさまざまな段階で繰り返し行うことが大切です。今回は愛されていないと感じて苦しんでいる人に向けて、人それぞれの愛の形が異なることをお伝えしました。私たちは自分が望む愛の形をそのまま相手にも与えようとしてしまいがちです。でもそれで相手の心が満たされるとは限りません。求める愛の形は人によって違うからです。だからこそ自分はどんな時に愛を感じるのか、どんなことをしてもらえると嬉しいのかを意識した上で、その気持ちを相手にリクエストとして伝えてみることが大切です。その際には伝え方にも工夫が欠かせません。責めるような言い方ではなく、
私はこうしてもらえると嬉しいというように、自分を主語にして気持ちを伝えることで、相手の心により優しく届くでしょう。また自分だけでなく、相手がどんなことで愛を感じるのかを聞き出し、それに応えようとする姿勢も大切です。お互いの愛の形を理解し合い、無理のない範囲でそれに応え合えば、関係はより深まり、思いやりの循環が生まれていくでしょう。それから望む愛の形は時間とともに変化していくものです。だからこそ人生の折々で、今のあなたはどんな時に幸せを感じると確認し合うことが、関係を長く温かく保つ秘訣になります。もし今心のすれ違いを感じているなら、今日お伝えしたことを思い出しながら、お互いの愛の形を理解し合うための対話を始めてみてください。その一歩が2人の関係を良い方向へと動かす力になるかもしれません。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。